例年、梅雨前から秋口まで楽しめる手長エビ釣り。誰でも手軽に楽しめるとあって、人気のフィールドには数多くのファンが訪れますが、技量によって釣果に大きな差がつくことも少なくありません。通常の魚釣りとは少々異なるテクニックを要する手長エビ釣りですが、一度コツさえ飲み込んでしまえば、ビギナーでも楽しく釣ることができます。今回は確実に釣果を得るためのテクニックを紹介します。今回の結論です。根がかりを恐れない。今回の目次です。ポイントの選び方。手長エビが釣れる水深。手長エビが釣れる条件。探り釣りのスタイル。並べ釣りのスタイル。実践テクニック。淡水ストラクチャーを直撃する。複雑なポイントを攻略する。最後に特典パートとして平手手長エビの釣り方と手長エビの持ち帰り方を紹介します。それでは解説していきます。ポイントの選び方。手長エビが釣れる代表的なポイントは、ステイシやゴロタバ、消波ブロック帯、ラングイ周り、護岸の崩れ、川底の障害物周りなどです。自然の川岸が残る河川なら、水草や足などの木は、川石が積み重なっているエリア、故障なら船止まりや水門付近も実績大です。要するに夜行性である手長エビが身を隠せる障害物の影や薄暗いスポットが最高の狙い目になるわけです。流量の多い大きめの河川なら要所にステイシやブロックが入れられているので比較的ポイントも見つけやすいでしょう。ただし同じような地形に見えても大量のエビをストックしているポイントもあれば逆に全く留守のポイントもはっきりしています。さらに大型ばかりがいるスポット、小型のエビしか釣れないスポットと明確に住み分けされているケースも少なくありません。逆に言えば積極的にポイントを探し歩き、手長エビが数多く群れるスポットをいち早く発見することが数釣りへの一番の近道になります。手長エビが多く潜むポイントの共通点は、代表的な地形の変化である駆け上がりにステイシやブロックなどの障害物が絡んでいること。さらに水の動きが複雑で餌が溜まりやすい場所であることも挙げられます。つまりポイントとして成立する要素が複合的に絡み合っているスポットこそが最強の手長エビ釣りポイントになります。こんなポイントを発見できれば釣り上げる順から新たなエビがどんどん入ってくるので、同じ場所で量形ばかりの入れがかりを堪能できます。また一般的な傾向として比較的大規模な河川の汽水域のポイントほど大型の手長エビが多いことも覚えておきましょう。並べ釣りをマスターすれば連調することもあります。地合いを逃さず小気味のいい引きを楽しみましょう。手長エビが釣れる主なポイントのまとめです。ゴロタバ、ステイシ。川岸に石が並ぶゴロタバやステイシ帯は手長エビにとって最高の隠れ家になっています。特に日中の手長エビたちはこうした石の影の暗がりに隠れて目の前に流れて落ちてくる餌を待ち構えています。消波ブロック周辺、ブロックが複雑に積み重なった場所も手長エビ釣りの絶好のポイントです。こうした場所を攻める場合は、なるべく火が当たっていない側の暗がりをチェックしていくのがコツです。なお、ブロックの上に乗っての釣りは危険なので自粛しましょう。ラングイ周り。曇天時やマズメ時などの好条件時には、ゴロタや護岸の崩れなどに潜んでいたエビたちが平場に出て餌を探し回ります。そんな場合もラングイなどの障害物周りを狙うのが基本となります。偏光グラスがあれば水底のエビを発見できることもあります。水草の際。川岸に繁茂する水草周りも見逃せない好ポイントです。故障の場合は足原の際なども狙い目になります。ただし、こうしたエリアはどこにでもあるため、ステイシやラングイなど他の障害物が絡んでいるスポットに絞って攻めてみましょう。手長エビが釣れる水深。釣り場の水深に関しては30センチメートルもあれば
十分に釣りになります。水深10センチメートルほどのところでうろうろしているテナガエビを発見することも少なくありません。こうした浅場での釣りが成立するためには、濁りや曇天などの好条件が整っている必要がありますが、浅場にいるテナガエビは活性が高く、当たりも明確に出るケースが多いです。テナガエビが危険を冒してまで浅場にやってくる理由は、岸寄りの浅場ほどエビの餌となる小生物が豊富なためです。この釣りでは基本的に浅場にいる食い気満々のエビを集中的に狙うことを前提として考えましょう。ただし、いつもこうした好条件の日に調校できるとは限りません。浅場で反応がない場合、一般的に釣りやすいのは水深50センチメートルから1メートル程度のエリアです。この水深の中でも朝夕のまずめ時や曇天時では浅めのポイント、晴天の日中は深場を狙うことが基本となります。逆に水深が 1.5 メートル以上になると、エビの付き場が絞りにくくなるとともに、仕掛けが流れの影響を受けやすくなり、かえって釣りにくくなります。テナガエビが釣れる条件。ポイントを探したら、次に考慮したいのが釣りをするタイミングです。どんなに実績のある釣り場でも、釣れる条件の整っていないタイミングでは、思うように釣果を伸ばせません。特に潮の干満の影響を受ける河川では、釣り場の水位や流れの状況が刻一刻と変化し、それに同調するようにエビの活性も高まったり低下したりするので、注意が必要になります。まずテナガエビは基本的に夜行性が強いため、時間的には朝夕のまずめ時がベストタイムと考えましょう。この時間帯はテナガエビにとっての食事タイムであり、周囲が薄暗くて警戒心も薄らいでいます。このため、針がついている餌でも大胆に口にしてくれるのです。当然、浮きに出る当たりも明確で、初心者でも簡単に当たりを取ることができます。また、曇天や雨の日なら、まずめ時に限らず、日中でも盛んに餌を食ってきます。特に活性の高いテナガエビは、餌の多い岸際の浅場に寄っていて、釣り場によっては見釣りも楽しめるほどです。雨が降ってほとんどの釣り人が帰宅してしまった後、一人静かに雨具に身を固めて釣り続ければ、夢の爆釣を体験できる可能性は格段に高くなります。潮入川、いわゆるタイダルリバーの場合は、潮の干満の動向も要チェックです。基本的には潮が動いている時間が断然食いがいいです。ただし釣り場によっては下げ潮がどんどん効いてくると流れが速すぎて釣りにくくなるケースもあります。できれば事前に調校する予定の釣り場の状況を調べておきましょう。また水位が下がっている時にはポイントが沖に遠ざかり、潮が満ちてくるに従ってポイントが近づいてくることも覚えておきましょう。さらに水の濁り具合によってもテナガエビの活性は変化します。理想は適度な笹濁りの状態です。水が澄んでいる時よりも明らかにエビの活性は高くなります。逆に雨跡の泥濁りが入ると一時的に活性が低下しますが、この周りが薄らいできた頃は最高の条件となります。汽水域では干潮時に地形をチェックしておきましょう。潮の干満の影響を受ける汽水域の釣り場では、干潮時になると岸際の川底が干上がってしまうことも珍しくありません。逆に満潮時にはこうした場所がポイントになるため、干上がった状態で障害物の位置や形状などをチェックしておくと実際の釣りでとても役立ちます。忘れないようにアプリなどで記録しておくのもいいでしょう。テナガエビが釣れる条件のまとめです。時間帯。朝夕のまずめ時がゴールデンタイムです。他のどの条件よりも優先させたい要素です。とはいえ、実際にファミリーフィッシングなどでは、この時間帯に調校するのは厳しいかもしれません。エビの活性が高ければ、日中でも十分に釣りになるので安心してください。潮位や水の動き、潮の干満の影響を受ける河口付近の釣り場では、潮が動いている時間帯が有利です。
また、潮の満ち引きで水深は刻々と変化し、ポイントによっては干上がってしまうこともあるため、事前にタイドグラフなどで潮汐を調べておくことが大切です。天候。晴天時よりもどんよりとした曇天時の方がエビの食いが良くなります。これは周囲が薄暗くなることでバズメ時の状況に近くなり、エビの警戒心が薄まるためだと思われます。逆に晴天の場合は水に濁りがあるなどの要素が絡めばチャンスです。水の濁り。晴天の日中でも水に濁りが入ってさえいれば、エビの活性は十分に高く入れ食いになることも珍しくありません。その点、大規模河川の下流域は通常の状態でも適度な濁りがあるので、手長エビ釣りにはおあつらえ向きのフィールドと言えます。探り釣りのスタイル。様々な条件が満たされたポイントでは、畳2畳ほどの範囲を順繰りに攻めていくだけでも数時間、場合によっては一日中釣り続くことも珍しくありません。しかし人気の釣り場では連日釣り人が入っていてバーレしてしまっているケースもあります。そんな場合はポイント探しの要点を踏まえた上で一本の竿を片手にポイントからポイントへと歩きながら探り釣りをするのが得策です。高ポイントを発見できればそこでしばらく粘り、釣れなくなったらまた次のポイントを探して釣り歩きます。自分なりに発見したポイントでエビの当たりがあった時の感激はこのスタイルだからこそ味わえるものです。新規の釣り場を開拓する場合もこの探り釣りが有効な釣り方だと考えましょう。並べ釣りのスタイル。何度も通っている釣り場ですでにある程度手長エビの付き場を知っている場合、あるいは手長エビの活性が高くて積極的に餌を探し回っている状況などでは、数本の竿を出して並べ釣りを楽しむのもいいですね。状況が良ければ全ての浮きに次々と当たりが出て、取り込みが忙しくなるほどの痛快な釣りを楽しめます。合菜箱に腰掛け、水面を渡る心地よい涼風を感じながら浮きを見つめていると、夏の暑さも忘れさせてくれるでしょう。並べ釣りの場合は常に同じポイントを攻めるため、シンプルな玉浮き仕掛けが使いやすいです。ポイントの状況に応じて長短の竿を使い分けるのもいいです。その場合、それぞれの竿で異なる水深を探って、当たりの多い竿の水深を集中的に狙うのも有効な作戦です。そして並べ釣りでぜひとも用意しておきたいのが専用の竿掛けです。市販のものを組み合わせて使ってもいいし、ヘラ台やクーラーボックスに金具をセットするなどして改造しているベテランもいます。余生竿を使うのも有効です。ポイントに余生竿を投入することで周囲の障害物に隠れていたエビたちがわらわらと寄ってくるのです。手長エビ釣りの主なスタイルのまとめです。探り釣り。一本の竿を片手に手長エビが潜んでいそうなポイントを次々と探し歩いて釣る方法です。自分が発見したスポットで当たりが出ると最高に嬉しく、この釣りでの王道のスタイルと考えましょう。行動範囲をできるだけ広くするため、滑りにくい長靴は必着です。並べ釣り。数本の竿を並べて釣るスタイルで、エビの付き場をある程度知っている場合に有効です。当たりが多い場合は、2本竿でも忙しいので、状況に応じて竿の数を決めましょう。数本の竿を置ける竿掛けがあると便利です。実践テクニック。手長エビ狙いの基本的なテクニックは、餌と重りをベタ底につけて当たりを待つ底釣りです。玉浮き仕掛けの場合、浮き下は水深と同じか若干短めにして浮きが少し沈むくらいに調整すると良いです。下り仕掛けの場合は、とりあえず浮きが1個から3個浮くように調整しておけば OK です。仕掛けの投入は軽くアンダースローで振り込めば良いです。できるだけ障害物の際ギリギリ、晴天時は障害物の日陰側の暗がりを狙うのがセオリーです。投入後は軽く仕掛けを上下させて、しっかりと重りが底についているかを確認してから当たりを待ちます。この時、小さな付け餌が川底の起伏や
枯葉の影などに隠れてしまうと、なかなかエビに発見されない時があります。仕掛けを投入してもしばらく当たりがない場合は、竿先を軽く上げて付け餌を持ち上げ、再度着底させて餌の存在をアピールさせましょう。これが適度に誘いになって、エビの食欲を刺激することにもなるのです。テナガエビは餌を発見すると、意外な素早さで接近して、長いハサミ腕で器用に捕らえ、自分の巣に戻ってから捕食する習性があります。その動きが浮きにリアルに伝わってくるわけですが、通常最初の前あたりはエビが餌を掴んだだけのシグナルです。もちろんここで慌てて合わせを入れてしまうと、ほぼ 100% 空振りに終わってしまいます。前あたりではぐっと合わせをこらえ、その後に浮きが横か斜め下に移動して上下にゆっくりと動き始めた時が竿を立てるタイミングです。この時、絞り浮き仕掛けを使っていれば、水中の道糸の動き、エビの動きをよりリアルに知ることができるでしょう。ただし、あんまりのんびり浮きのあたりを眺めていると、最後には障害物に潜り込まれて厄介なことになります。そこで障害物の多い場所では、ある程度浮きが動いたら、竿先をゆっくりと持ち上げるようにして、エビの重みを聞いてみるのがいいです。この聞き合わせによって、その場でエビに餌を食わせてやるのが、この釣りの最大のコツなのです。難聴の竿を使っていれば、この段階から竿先は綺麗な弧を描き、心臓もドキドキしてくるはずです。その状態をキープしつつ、5秒から10秒ほどの間を置いた後、さらに竿先をじわじわと持ち上げていくのが第2のコツです。この時、テナガエビはせっかく捕らえた餌がまるでゴム紐を引っ張られている状態になって非常にイライラしている状態です。まさにこれこそがテナガエビ釣りの山場です。ここでエビがゴム紐に負けじと慌てて餌を口にすると、その瞬間、柔らかな竿先の弾力のおかげで短い針先が瞬時にエビの口元を貫いてくれます。あとはエビ独特のツンツンという心地よいファイトを楽しみながら抜き上げるだけです。20cm 級の大型になると、まるで魚のように横走りするので、慌てずに竿を立てて寄せていきましょう。がっちりとエビの口に針がかりしていれば、そのまま抜き上げればいいですし、大型の場合は玉網を利用して取り込めば良いです。地合いが来れば初心者でも簡単に釣ることができます。テナガエビ釣りのテクニックは意外と奥が深く、ベテランをも虜にする魅力があります。その一方で、ビギナーでも気軽に楽しめることも大きなメリットです。ここまで解説してきたことをそのまま実践すれば、必ず小気味良い引きを体験できるはずです。特に時間帯や潮の動きの変化などの要因による地合いが訪れれば、忙しいほどの当たりの数にびっくりすることでしょう。仕掛けの投入から合わせ、取り込みまでのまとめです。まずは浮き下をしっかりと調整します。玉浮き仕掛けの場合は水深と同じかやや短め、絞り仕掛けの場合は浮きが2個前後水面に浮くようにしておけば良いです。できる限り障害物際ギリギリを狙うのが基本です。ブロックが折り重なっている場所ではわずかな隙間や穴に仕掛けを放り込むのも有効です。根がかりを恐れずに攻めることが大切だと心得ましょう。時折付け餌を少しだけ浮かせてから沈下させるとエビへの好アピールになります。この誘いの直後に当たりが出ることも多いです。最初の前あたりはスルーして、ある程度浮きが動いてから軽く竿先を持ち上げるように聞き合わせをします。状況が良ければこの段階で針がかりすることも多いです。引き合わせの状態からさらに竿先に重量感が乗ってきたら徐々に竿を立てていきます。エビが餌をくわえていればここで針先が口を貫いてくれます。エビの口にしっかり針がかりしていればそのまま抜き上げれば OK です。ただしエビが餌を抱いているだけの場合、あるいは大型が針がかりしているときは玉網で取り込むといいでしょう。淡水ストラクチャーを直撃する。テナガエビの活性が高い時なら、その日に初めてチャレンジするビギナーでも
楽しい釣りを体験することができるでしょう。しかし釣りは自然相手の遊びだけにいつでもどこでも簡単に釣れるとは限りません。なかなか思うように釣れない時にはどうすればいいのでしょうか。その答えは明確で、より障害物をタイトに攻めること、これにつきます。ビギナーが一匹も釣れずに諦めて帰ってしまったポイントでも、ベテランが丁寧に攻めると、どこにそんなに多くのエビが潜んでいたのかと不思議になるほどに爆釣することも珍しくありません。ブロックの狭い隙間、複雑に入り組んだ穴、折り重なった枯葉の際など、釣りにくいスポットほど竿抜けになっていて、エビが多く潜んでいると心得ましょう。ブロックの狭い穴などでエビを食わせると仕掛けが根がかる確率が高くなりますが、それを回避する裏技として、餌を捕まえているテナガエビをそのまま平場まで竿先でじわじわと誘導し、ラインに軽くテンションをかけながら、その場で餌を食い込ませる方法があります。犬の散歩釣法などとも呼ばれていますが、このテクニックを駆使するには難聴のロッドティップが必須です。したがって釣り具店のワゴンで並んでいる安価なグラス竿ほどテナガエビ釣りには向いているのです。もちろん技を使えばよりパーフェクトです。テナガエビ釣りでは根がかりを恐れずに障害物を果敢に攻めることが釣果に直結します。テナガエビが餌を口にするまでのまとめです。テナガエビが餌を発見して口にするまでの動きを見てみましょう。浮きの動きに合わせて行う聞き合わせは、テナガエビが餌を逃すまいと慌てて口に運ぶ動作を促す高度なテクニックでもあります。竿先に十分な重みを感じれば、もう口に針がかりしているはずなので、エビ独特の引きを楽しみながら引き抜けば OK です。また、これでうまく針がかりしなくても心配いりません。ほとんどの場合、同じ場所を攻めてみると、再度同じエビか別のエビからの当たりがあるはずなので、うまくいくまでチャレンジしてみましょう。誘いと合わせのタイミングのまとめです。絞り仕掛けの投入からエビが針がかりするまでの実際の動きです。仕掛けを障害物ギリギリに投入します。重りの着底を確認します。仕掛けを移動させつつ、付け餌の存在をエビにアピールします。浮きが馴染んだ直後にすぐに前当たりがあります。合わせを入れずに待っていると、じわじわと仕掛けが引き込まれます。潜んでいたエビが餌を発見して巣穴に戻ろうとします。ここでようやく聞き合わせに入るとうまく針がかりします。かなり強烈な引きで巣穴に持ち込まれそうになるので、じわじわと離れた位置まで誘導します。ここまで来れば、あとはエビ特有のツンツンとした引きを楽しみながら抜き上げるだけです。以上が基本的なテナガエビ釣りの流れです。実際には他にもいろいろな当たりのパターンがありますが、どんな場合でも誘いと聞き合わせが餌をエビに食わせるための重要なテクニックとなることを覚えておきましょう。複雑なポイントを攻略する。濁りのある河川では水面下の状態は想像するしかありませんが、試しに夜中に懐中電灯でブロック体などを照らしてみると、ブロックの上や側面に多くのテナガエビを発見することが珍しくありません。食い気満々のテナガエビは、とにかく他のエビたちに先んじて餌を発見しようと必死なのです。テナガエビ釣りではベタ底を攻めるのが基本です。しかし実際には餌が着底していないのに当たりが出ることが少なくありません。むしろブロックの垂直の壁などに頑張ってしがみついてでも餌を待ち構えているエビにとっては、目の前をゆらゆらと落ちてくる餌は格好の標的なのです。そこで覚えておきたいのが、絞り仕掛けの一部をわざとブロックなどに引っ掛けて付け餌を中層に漂わせた状態で釣る方法です。つまり餌を着底させずに宙吊りさせます。特に複雑な地形、狭い隙間を狙う場合など、あまり奥深くまで攻めると根がかりの危険があるポイントでは、この3次元的な中層の釣りで効率的に攻めるのがおすすめです。玉浮き仕掛けの場合は、重りを軽くして浮きの頭が水面に浮くように調整すると良いです。
この仕掛けだと障害物にぶつかる流れの向きを考慮することで、仕掛けをブロックにぴったりと沿わせて付け餌をエビの目の前に留めておくこともできます。いずれの場合もとにかく食い気のあるエビが相手なので、勝負は意外と早いです。仕掛けの投入後、すぐに当たりが出ることが多いのです。ただし、ここでも早合わせは厳禁で、違和感を与えるとすぐに餌を離してしまいます。ベタ底での釣り方と同様に、前あたりを少し待つ、ゆっくりと聞き合わせ、張りがかり、取り込みの手順に沿って確実に釣り上げてみたいです。こうしたブロックなどの障害物が複雑に絡み合っているポイントは、誰もが攻めにくいだけに竿抜けになっている可能性が高いです。底釣りと中層の釣りをうまく使い分けることで、これまで攻略できなかった苦手な釣り場が一転して得意なポイントになることでしょう。複雑なポイントを効率よく攻める方法のまとめです。テナガエビは垂直やオーバーハングしている壁でも普通に歩けるため、わざとブロックなどに仕掛けを置いて餌を宙に浮かした状態でも食ってきます。玉浮き仕掛けを使う場合は、浮きが水面ギリギリに浮くように重りで調整しておきます。ただし、やはり居心地が良くて餌が溜まりやすい場所、平らな場所を縄張りにしようと狙っているエビが多く、一匹が釣られるとすぐに別のエビがやってきてそこを縄張りにします。基本的にはこうしたホットスポットを重点的に探り、当たりが出ない時や必要に応じて中層の釣りを試してみるといいでしょう。幅広い攻略法をマスターすることで苦手なポイントを克服できるはずです。それでは得点パートです。平手テナガエビの釣り方とテナガエビの持ち帰り方を紹介します。ここまで一般的なテナガエビの釣り方について解説してきましたが、別に平手テナガエビという種類もいます。平手の釣り方はここまで紹介してきたテナガエビ釣りの方法でも OK ですが、石の影を短竿の見釣りで攻めてみましょう。水質がクリアなチャラ瀬に潜んでいることが多いので、エビの姿そのものを見ながら釣るのも痛快で楽しいです。そこで活躍してくれるのが、釣り具量販店などで売られているグラス製の金魚竿です。これに長さ 20cm ほどの短いハリスで袖針かエビ針をセットして仕掛けの完成です。流れの強い釣り場では適宜ハリスにガン玉をセットすれば良いです。付け餌は赤虫やサシ、魚肉ソーセージなどで OK です。海で使う磯目を小さくカットして使っても良いです。見釣りの方法にはちょっとしたコツがあります。まずは石の影に見え隠れしている平手のひげや腕を目安にそっと仕掛けを落とし込みます。この時、水がクリアな状況では無造作に竿の影を水面に落とすと、警戒したエビが瞬時に石裏に隠れてしまってしばらくは出てこなくなります。できるだけエビの視界に入らない方向から竿先を出して静かに仕掛けを落とすことがコツです。うまく平手の目の前に仕掛けが沈むと、すかさずハサミ腕が餌をつかみ取るのが見えます。その場で餌を口にする平手もいますが、大概は巣穴の奥に持ち込もうとするので、それを防ぐためにラインを軽く引っ張り気味にして10秒ほどカウントするのが第2のコツです。それからじわじわと竿先を持ち上げるようにすると、例のツンツンというエビ独特の動静が伝わってきます。あとはしっかり口にフッキングしたのを確認してから抜き上げれば完璧です。都市河川でのテナガエビ釣りも楽しいですが、自然に囲まれた清流の中で涼みながらの平手釣りもなかなか趣があります。紀州や四国エリアの清流域では夏休みにシュノーケリングをしながら平手釣りを楽しむ子供の姿も見られるようです。通常のテナガエビ釣りの感覚ではなく、自然を丸ごと楽しむ釣り遊び的なイベントと割り切って、ファミリーやグループでこの平手の見釣りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。平手テナガエビ釣りのテクニックまとめです。平手の特徴。普通のテナガエビよりも多少ずんぐりとした体型で、ハサミ腕が短くて平状になっているのが特徴です。体色も
茶緑色が濃い個体が多いです。普通のテナガエビが本州から九州まで広く分布するのに対し、ヒラテは千葉県より南が分布域となっています。ヒラテの釣り場。どちらかというと、ヒラテは清流の流れが速いエリアを好み、実際アユが泳ぐような清流域で多く見られます。また、清流の傾走のまま海に流れ込むような小規模河川では、河口の汽水域でもヒラテを釣ることが可能です。ポイントとしては、ゴロタバや水草の際などが狙い目となります。ヒラテテナガエビの脈釣り仕掛け。見釣りには長さ1メートルほどの金魚竿が使いやすいです。入手できなければ小物竿でも OK です。ハリスの長さは水深に応じて調整します。餌は赤虫やサシ、小さく切った魚肉ソーセージなどです。最後にテナガエビの持ち帰り方を紹介します。水のきれいな川で釣ったテナガエビなら泥抜きしないでも美味しく食べられます。釣りの最中は網引くなどで活かしておき、最後に冷えたクーラーボックスで持ち帰ればいいでしょう。都市河川などで釣ったテナガエビでどうしても泥を吐かせたい場合は、活かしたまま持ち帰ることになりますが、夏の炎天下では高温対策が不可欠です。発泡スチロール箱かクーラーボックスに電動服をセットするなどして、暑さに弱いエビを元気に持ち帰る工夫をしてみましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。